便秘の人が食べてはいけない最悪な食べ物ワースト3。はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、便秘の人が食べてはいけない最悪の食べ物ワースト3についてお伝えしていきたいと思います。はい、今回ですね、特別なゲストをお迎えして動画をお送りしていきたいと思います。では簡単に自己紹介お願いします。はい、健康美容食育士の伊藤直樹と申します。よろしくお願いします。はい、今回ですね、伊藤先生に来ていただいたのは、伊藤先生は健康的な食事によって便秘の解消をサポートされている先生になりますので、今回は便秘の人が食べてはいけない最悪の食べ物ワースト3についてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですけども、伊藤先生、便秘の人が食べてはいけない最悪の食べ物ワースト3について一つずつお伺いできますでしょうか。はい、わかりました。まず一つ目なんですが、小麦製品になります。はい、その理由といたしましては、小麦っていうものはグルテンっていうタンパク質でできているんですが、このグルテンっていうものが消化しにくくて、なおかつ腸内環境、腸の中で炎症を起こしやすいので、腸内環境を悪化させてしまうんですね。で、結果的に腸の機能が落ちてしまうので便秘になりやすくなってしまいます。なので小麦の代わりに、やはり和食である米を取るといいかなというふうに思います。で、特に玄米だとよく噛んだりとか消化機能が落ちていると、玄米を食べてしまうと便秘になってしまう恐れもありますので、雑穀米とかそれぐらいのものの方がおすすめです。はい、ありがとうございます。じゃあ小麦を食べることによってやっぱり便秘になるっていう方は腸内環境が悪化している。じゃあその代わりにお米または雑穀米を食べましょうということですね。はい、はい、じゃあ続きまして2つ目は。はい、2つ目なんですが、動物性のタンパク質であるお肉になります。はい、はい、このお肉なんですが、ではこれもなぜ便秘になりやすいかっていうところなんですが、お肉っていうものはやはりタンパク質でできているので、タンパク質ってどうしても消化しにくいものなんですね。で、特にこの動物性のタンパク質っていうものは悪玉菌を使って消化していくので、悪玉菌優位の腸内環境に変わってしまいます。なので結果的に便秘にもつながってしまうんですね。お肉の代わりに食べるものとしては大豆製品だったりとか、あとはお魚とかもいいかなというふうに思います。はい、魚も動物性のタンパク質なんですけれども、オメガ3っていう脂質を持っているので、腸内環境の炎症を抑えてくれるような成分を持っているので、お魚であればいいかなというふうに思います。特に日本人の場合は昔から魚を食べてきている人種ですので、魚の消化に関しては優れていると思いますので、お魚の方がおすすめになります。はい、はい、なので肉を食べ過ぎてしまうとやっぱり腸内環境が悪化してしまうということで、お肉は嗜好品程度にとどめておいて、大豆だったり、植物性のタンパク質から動物性のタンパク質であれば、お魚を中心に摂っていただくということがおすすめということですね。はい、はい、じゃあ続きまして3つ目は。はい、3つ目なんですが、砂糖になります。はい、特にですね、白砂糖になってくるんですが、この白砂糖に入っているショ糖っていうものが消化しにくくて、なおかつこの白砂糖、砂糖っていうものは悪玉菌を優位にしてしまう食べ物になります。なので白砂糖を使っているお菓子だったりとか、料理に白砂糖を多く使っていますっていう方はですね、どうしても便秘になりやすくなってしまうんですね。なので砂糖の代わりで一番ベストなのはやはり蜂蜜だったりとか、他にはですねみりんがいいかなというふうに思います。はい、迫田先生とか僕もみりんをメインで使っていると思うんですが、僕もみりんをメインに使うようにしているので、みりんが一番おすすめになります。はい、はい、または甜菜糖だったりとか、または黒糖だったりとか、そういったもので白砂糖以外のものを使うっていうことがおすすめということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで今回は便秘の人が食べてはいけない最悪の食べ物ワースト3についてお伝えさせていただきました。伊藤先生ありがとうございました。はい、ただですね、この動画をご覧になっていただいているあなたはですね、便秘で悩まれているだけではなく、ダイエットだったりとか肌荒れだったりアレルギーだったり冷え性だったり、さまざまなお悩みを抱えられている方たくさんいらっしゃるかと思います。そこでですね、今回私から伊藤先生にお願いさせていただいて作っていただいたプログラムがありますので、じゃあそのプログラムについて伊藤先生からご説明いただけますでしょうか。はい、今回はですね、細胞からきれいになる食事講座っていうものを作らせていただきました。内容といたしましては、まずは基礎的な部分である5大栄養素である炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルについての基礎的な知識プラスアルファどういったものを食べていけばいいかっていうところをお話しさせていただいています。
あとはですね、現代人が悩みを多く抱えていると思うんですけど、その原因として深いものの腸内環境と副腎疲労の改善方法、実践方法についてもお話しさせていただいています。こういった基礎的な知識をつけていただいて実践することで、自分で自分の悩みだったり症状っていうものを食事で改善することができます。なぜこの食事講座を作ったかというと、何を食べれば健康になれるっていうような極端な健康法っていうものが多く広まってしまっているんですね。でも結局のところ、バランスのいい食事をしていかないと、どうしても土台が作れていないので、すぐ崩れてしまうので、結果的に症状がまたぶり返してしまうような形なので、根本的に解決できていないんですね。なので、こういった基礎的な部分のお話だったりとか、まずは基礎的に変えていかなきゃいけない部分の腸内環境とかですね、そういったところを改善すべく、お話をさせていただいてます。基礎的な知識ではなくて、もちろんファスティングのやり方だったりとか、なぜファスティングが必要なのかについてもお話しさせていただいてます。もちろんこういった基礎的な知識だったりとか実践方法をやることで、食事で自分の悩みだったりそういったものを解決することができるんですが、自分の場合はどうなんだろうとか、自分の悩みはどうなんだろうっていうところはやはり聞いてほしい方が多いと思うんですね。なので今回はですね、個別のカウンセリングっていうものをつけさせていただいております。特にこの個別のカウンセリングをつけさせていただいている理由としては、そういった理由もあるんですが、他にも個人個人で生活スタイルだったりとか、料理が得意不得意っていうところもあると思いますので、そういったところも踏まえて、どういうふうな実践方法が向いているのかっていうところもしっかりとお話しした方が悩みの解決にしっかりとつながると思いますので、個別のカウンセリングをつけさせていただいています。はい、通常この個別カウンセリングをつけさせていただいてますこの講座はですね、1万円でご提供させていただいているんですが、今回はですね、特別1980円でご提供させていただこうと思います。ですが、僕の患者さんやお客様もいらっしゃいますので、この動画では先着5名様とさせていただこうと思います。はい、ありがとうございます。はい、いわゆるですね、いろいろな悩みが持たれている方の中で、極端な何を食べれば健康になれるっていう健康情報がすごく蔓延してるというか、それに対して伊藤先生の方で、本質的なところですね、基礎的な栄養の知識、そして取り方から、そして現代人が抱えるような腸内環境だったり副腎疲労の改善方法、そしてファスティングの方法、そして個別のカウンセリングっていうですね、内容が入っているプログラムというのが、1万円のところ1980円で提供していただけるということと、やはりですね、人数に限りがあるということで先着5名様という形で、ご提案させていただけるということですので、もしですね、興味がある方はですね、下に説明欄の方にですね、案内のページのリンク貼っておきますので、ご覧になっていただければと思います。はい、ということで伊藤先生、今回貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひご案内のページ見てみてください。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。